すずです。今日もほっこりおうちご飯を見てくださってありがとうございます。さて今回は鶏胸肉を柔らかく食べましょう。トマトと一緒に蒸します。材料はこちら。今回はシンプルに鶏胸肉、塩、トマト、オリーブオイルだけで作ります。ここにお好みでキノコ、ズッキーニやナスなどを入れても美味しいですよ。またいつも通り目次は概要欄にご用意してます。鶏胸肉に塩を振ります。全体に振ってよく揉み込んでおきましょう。鶏皮はお好みで外してください。鶏肉は塩を振ってから1時間ほど置くと中まで塩が染み込んでしっとり柔らかくなりますよ。お時間ある方はここで時間を置いてください。私は最近は塩を振ってから冷凍保存しています。これならもう塩は振ってあるので解凍したらすぐに使えるからです。保存袋に入れて冷凍庫に入れ、使うときは前日の夜から冷蔵庫に出しておくか、急ぐ場合は流水解凍にしています。蒸し鍋にたっぷりのお湯を沸かし始めます。こちらは朝日系金属のワイドオーブンという鍋を使用しています。塩を振った鶏胸肉を切ります。皮の付近は火通りが悪いのと、あと皮は脂肪分が多いので今回は外しておきますね。厚みに包丁を入れて切り開きます。中央から右側と左側に包丁を入れて開いて肉の厚みを薄くします。斜めに包丁を入れてそぎ切りにします。蒸した時に生焼けの部分が残らないように薄く切っていきます。トマトは今回はこのまま使いますが、皮が気になる方は湯むきしてから使用してください。ヘタを取って薄切りにします。この時のポイントはごく薄く切ってください。鶏胸肉とトマトと交互に重ねて蒸したいので、鶏肉と同じぐらいの枚数必要になります。スチーマーにオーブンシートを敷きます。22センチのスチーマーを使っています。鶏胸肉とトマトを交互に重ねます。一切れずつ並べていきましょう。最後、鶏胸肉やトマトが少し余ったら周りの空いたスペースに詰めてください。オリーブオイルを回しかけます。塩を振ります。このままだとオーブンシートが邪魔でスチーマーの穴が塞がれているので、少し中央に寄せて止めておいて蒸気の通り道を作ります。しっかりとお湯が沸いた鍋にセットします。蓋をして強火にかけます。再び蒸気が上がってきたら中火にして15分ほど蒸します。今回鶏胸肉1枚分で作っていますが、分量を倍にしたい場合、一段に詰め込むと重なった部分が生焼けになりやすいです。なのでその場合は2回に分けて蒸した方が失敗なく作れますよ。さて15分経ちました。鶏肉に火が通れば出来上がりです。心配な方は中の方の鶏肉に赤い部分がないか確認してくださいね。やけどに気をつけて器に取り出します。ほっかほかですね。とっても美味しそうです。良い香りがしています。オリーブオイルの風味がとても良いアクセントになるので、ぜひ加えてください。トマトにもよく合います。お好みで胡椒を削りかけて、パセリのみじん切りを散らします。はい、ということで出来上がりました。早速食べていきます。いただきます。鶏肉とトマトと一緒に食べるとより美味しいですよ。ただこれだと一口が結構大きくなるので少し食べづらいかもしれません。大口で失礼します。美味しいし柔らか。今回トマトの皮は剥いていないので、加熱すると皮が少し邪魔に感じるかもしれません。でも私は皮を剥くのは面倒なのでいつも剥かずに作っています。トマトで煮込むとお肉が柔らかくなりますよね。これは私が思うにお酢で煮込むとお肉が柔らかくなるのと同じで、トマトの酸味で柔らかくなるのかなと思っています。また私が一番好きなのが蒸した時に出たこのたっぷりのスープ。これをごくごく飲みたいので加熱中にオーブンシートからこぼれないように気をつけています。冷めないうちにぜひお楽しみください。体もポカポカ温まりますよ。ちょっとね、一人で鶏胸肉1枚は多かったです。雑穀ご飯も実は用意していたのですが食べきれませんでした。
ということで最後のスープを飲み切って完食です。ごちそうさまでした。最後にアレンジをご紹介します。お塩の代わりに塩麹を使うとまろやかな旨味が楽しめます。また塩麹が鶏胸肉を柔らかくしてくれます。これは麹菌に含まれる酵素が肉のタンパク質を分解するから。使う量はお肉の重量に対して 10% 程度。よく揉み込みます。後の作り方はお塩の場合と同じです。きのこを加えるとより風味が豊かになります。ここではマッシュルームを入れていますが、しめじやエリンギ、舞茸などお好きなきのこを使ってください。私が好きでよく加えるのがチーズ。出来上がった鶏胸肉のトマト蒸しの火を止めてから加えます。量は適当なのですが 40g 程度でしょうか。蓋を閉めて火を止めた状態で10分ほど放置。余熱でチーズを溶かします。加熱で甘酸っぱさの増したトマトととろけたチーズがとってもよく合います。以上でアレンジの説明はおしまいです。最後まで見てくださりありがとうございました。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。みすすでした。